こんにちは、ジャンボー。ハバリアレオ。レオは今日っていう意味で、ハバリアレオ。今日はどうですか？またそれは、バージョン、バリエーションなんですけど、返事は何でした？返事はそうですね、むずり。はい、光音楽学校から日本人のためのスワヒリ語講座をお届けしています。今日も頑張っていきましょう。はい、では今日はスワヒリ語で、便利な表現その2ということで、前はわちゃななよとか、よく使われる一心でとかっていう表現をやったんですけど、日本にずっと住んでる人は心の中でなんか例えば満員電車で人がいっぱい押してきて、自分がなんかギュッて押し出されたりとか、足にうんって踏まれたりしてイラッとしたら心の中でしんどい言ってたら、もうケニアに来られた時にもうとっさに一心で出てくると思いますから、そういうふうにちょっと心の中で練習してみてください。で今日はちょっと待っててっていう表現をやろうかなと思って、でちょっと待ってて、スビリっていうのは1分ちょっとだけスビリって言ったらちょっと待ってて、でキドゴはスワヒリ語でちょっとっていう意味なんですけど、スビリキドゴ、ちょっとだけちょっと待って、一瞬待ってっていうふうに言います。あとは、ダキカモジャ。モジャっていうのはスワヒリ語で1の意味なんですけど、ダキカっていうのは、a moment、ちょっと一時。ダキカモジャ、すぐ来るからちょっと待ってて。だから、スビリキドゴ、ダキカモジャ、同じ意味ですね。あと、ゴジャっていう単語は新しい動詞で待つっていう意味なんですけど、待つ、ゴジャキドゴゴジャキドゴっていうとちょっと待ってっていうふうに言います。で子供たちが今ケニアもロックダウンまではいかないんですけど、外出できるだけ控えるようにってことで子供たちとかと一緒にいるんですけど、家で。そしたら子供たちもわー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 言って、なんかこれ食べたい。特にもう子供たちは食べる量がもう半端ないですよね。ずっと食べてるやんぐらいの勢いで食べてるんですけど、ね、もうなんかお母さんお腹空いた、これ食べたい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 、あれやったり、これやっていい。ゴジャキドゴ、ゴジャっていうふうに、私も言ったりします。で、そうですね、ケニアではもう待つっていうことは日常茶飯事っていうかもう生活の一部で、別に待たされることにそんなにイライラしてたらもう人生回っていかないっていう感じなんで、もうゴジャっていうのは普通に生活に組み込まれたことだと思って、で特に私が衝撃だったのが、うちの主人ケニア人なんですけど、でそのお姉さんの一家をお昼ご飯に来てっていうふうに招いた時があって、まあ3時間ぐらい離れてナイロビから来てくれたんですけど、で4人家族で来られるっていうんで、私も朝からこう準備前の夜からなんなら準備するじゃないですか。こうちゃんと美味しいご飯を食べてもらって、ちゃんとこの人ちゃんとした奥さんなんだって思ってもらいたいなっていうふうに思って、いっぱいなんかいろいろ用意して、もう昼もう11時ぐらいにはもうできて万全の準備だったのに、電話してどこにおんのって聞いてみたら、まだ家出てない、チーンみたいな感じでまあそうなんやみたいな。じゃあ3時間かかるからそっからで、12時ぐらいに出たとしても、なんだかんだ買い物とか行ったりしてたら、で結局4時なってもつかなくて、電話したら今来てるって言って、で結局着いたのが6時とか6時半、夕方のお昼ご飯に来るはずやったのになって、で、しかも今日もう泊まっていくから、もう帰るの遅くなるから泊まっていくからみたいな
まず寝るところも用意してないし、4人分で、なんか適当になんか寝てみたいな、お姉さんの家族だし、そんなね、床で寝てみたいなわけにもいかんし、で朝ごはんもね、そうしたらもし泊まるってなったら朝ごはんもかかる、でなんか準備しなあかんしっていうので、結局お昼に作ったやつを温めてだし、で朝ごはんなんとかしてみたいな感じで、も帰ったらもうはあって疲れたわみたいな感じだったんですけど、まあそういう感じで、でもそんなんでイライラしてたら、もうなんか寿命縮まるだけで、ケニアでは全然生活できないので、もうケニアにもし来られるっていう人は、もうそういうのを観光の一部として捉えて、みんな全然違う、日本とは違う時間軸で生きてるんで、全然待つっていうぐらいの感じで、心構えでいてくれたらなっていうふうに思います。はい、では何だったでしょうか。ちょっと待ってて。はい、そうですね。スビリキドゴダッカモジャ、またはゴジャキドゴでした。では次回まで待っててね。スビリキドゴ、じゃあね、バイバイ。